いうわけで今日はコラボのお知らせと今年から新しく家に来た子たちを紹介したいななんて思ってます。今回ですね、カブトクワガタふれあいの森 in お台場カブトムシとクワガタのコミケみたいなそうカブトムシとクワガタのコミケみたいなやつの中にねねがちょっとだけお邪魔してねねちゃんのギラギラファンミーティングをこちら有料エリアになります。なんとねねの今日見せるね子たちを実際にこのイベント期間中ふれあいの森さんに預かっていただくことになりました。なので今からねねがベタベタ触ったカブトムシとクワガタしばらくの間お台場に行きます。なんでよかったらねんちゃんの家にはこんなんがゴロゴロいるんだなっていうのを実際に見てもらいたい。もちろんねねねが飼ってる子たちは超ド級の一級の子たちですからめちゃめちゃ迫力あると思います。というわけで今回は12345匹みんなに見てもらいたいなと思って実際にみんなが見れる子たちをまずは目慣らしで見てもらおうかなと思います。もう最初はやっぱりねんのね個人的一番好き賞を見てもらおうかなと。はい、エレファスゾウカブトです。リアルタイムでご飯中ですね。めちゃくちゃ食べてますね。もうがっつり食べちゃってるんだから大きさの比較できるものない。確かにマウスとこれでもエレファスはそんなめっちゃ大きくはないかもだけどめちゃくちゃ元気はありますね。まだ若いのでこの茶色く見えるところは全部これ毛ですね。毛めちゃめちゃ食べてますね。目がね可愛いんだよ。クリクリでしょ。ここまで動くんだみたいなのない？なんか顔どれみたいなところある。超整ってんのかわいい。もうねご飯食べるところ間違えちゃって、このサイドからねまさか攻めていくスタイル。足で餌をぐちゃぐちゃにしてとサイドからいただいていくスタイルですね。異変に気づいてるね。あれ土じゃないみたいな土じゃないんだみたいな。ここをね持つと良きです。目にハイライト入った時めっちゃ可愛くない？いやなんか意外とお口なんか口ひげすごいなみたいな。この上の尖ってるところだけハゲちゃってるなみたいな。愛おしいですね。モフモフなんだよ。でもさよならが近づいてくるとハゲてくる。頑張って生きるんやぞ。これから比べると分かるんだけどね、エレファス君はすごくおとなしいです。じゃあ続きまして一応クワガタの中では世界最長一番大きい大型種だけどなんか実際に見てみるとなんか王者感あんまりないで有名のギラワくんですね。めっちゃ怒ってる。なんか角が長いからもうめっちゃもうバチギレしてるうわ怒ってんね。ここもめっちゃ怒りモード。めっちゃバチギレとります。角ね長いよね。でもねなんか全体的にこう角が上向いてたりとか鹿の角みたいになってるわけじゃないからパッと見鹿クワガタ系とかの方がなんか迫力あるように見えるかな実物を見ると。でも長さはピカピカイチなんでこうやってねやっぱ強さ200なだけあるな。細くて弱そう。そうだよね。そう見えるよね。リーチが長いからさなんか掴めそうで掴んでないんだよね多分。もう全然掴めないどっちかっていうとなんかこの背中のここごめんね。背中のこことお腹と背中の間のところに指が普通に挟まったりした方が地味に痛いかもしれない。この子は現地採取の子インドネシアの木に止まってたやつだね。すごいよね。これ止まってんのめっちゃロマンだよね。ちなみにメスも見てみる？ギラファのメスは意外と小さくてオスと結構違くてねの第一関節くらいしかない。すごいちっちゃい。角もちっちゃい。でも怒りはするんでめっちゃ切れてはくるけどちっちゃい。
これ日本にいたら絶対にコクワガタだと思われちゃうよね。黄金にクワガタですね。角すごいよね。黄金にクワガタはこういうなんか珍しい形じゃなくて、デフォルトがみんなこうやってちょっとひん曲がってる。でも挟まれたら痛そうだよね。この間がくぼんでるからさ、そこに挟まったら痛そうだなって。うわ、めっちゃ上向き向上心20丸ですね。すごい。ここめっちゃ黄金感ある。見て、クシクシしてる。かゆいかゆい、顔かゆい顔かゆいってやってる。黄金の中にも何種類かいるんだけど、これが一番定番だろうっていう、ローゼンベルクの黄金にクワガタね。すごいツヤツヤ。それかぶくわ、イエイ。うわー、いいな。いいですね。よし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 。キョモを撫でてる。キョモへい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 。うちのブラザーがやっぱ黄金にクワガタローゼンベルクだよなーって言ってた。これじゃあ、今年初めて残り2匹いるんだけど、両方とも初めてサタンのオオカブトですね。サタンと呼ばれるやつです。見た目はどっちかっていうとヘラクレスよりかな。角もあって前髪が生えててバイオリンのギコギコするところがついてるリーゼントですね。めっちゃ綺麗なサタンオオカブトの特徴は、頭はめっちゃツヤツヤで、体はマット加工されてて、なんかツヤとマットがいい感じに出てますね。この今映像でもこのふさふさ、ごめんね、このふさふさをね、ふさふさ、ごめんって、このふさふさ、怒ってる。このふさふさを、ごめんふさふさをふさふさしたいんですね、みんな。よく見るとちょっと頭にも毛が生えてたりします。これは実物を見てほしいな。サタンオオカブトすごいかっこいい。サタン飼いたい。でしょ、すごいかっこいいんだから。そして最後はですね、去年もヘラクレス自体は飼ってたんだけど、去年はヘラクレス飼ってたんだよね。で、今年はリッキー行きたいなって思ってて、ヘラクレスリッキー、やっぱ圧倒的存在感ではある。引きじゃないと映んないからね。乾燥するとここら辺が黄色い、よく見るヘラクレス、黄色いブツブツが出てくる。ヘラクレスとの違い、リッキーの違いは、リッキーはこうビヨッとこの角がこう、なんていうの、こう丸みを帯びてなくてビヨンって一本に伸びてる感じだよね。ギコギコするところがめちゃくちゃ鋭い。ヘラクレスだともうちょっとなんかカーブを帯びている。リッキーの方がシャープ味が強い。いや、これはもう今回のイベントで触れ合いできる子が何ヘラクレスか分かんないけど、もしヘラクレスだったら見比べぜひしてください。あと大きい、この子大きいから15センチくらいあるから、大きさの迫力も見てほしいな。あとね、ケツに毛が生えてるタイプなんで、ケツ毛もちゃんと見てほしいですね。日本刀みたい。角ね、かっこいいよね、この先っちょ。でもね、シーツケースで飼ってると、去年ねが飼ってたヘラクレスが最後そうだったんだけど、夜の間に暴れて、こう、ケースに角を当てるじゃんか。こうガンガンガンって。角先っちょが折れちゃって、標本にするとき、ちょっと残念な感じになっちゃったんだよね。だから今年は絶対にこの角を守り抜いてくれとブラザーから指示がありまして、プチプチか発泡スチロールを巻いて角が折れない対策を、みんなが見るときには角の先端になんかついてるかと思われる。保護しとかないと、緩衝材やっとかないと、こんな綺麗に伸びてるのにこれをね形に残せないのは非常にもったいない。今年は絶対に折らないという強い意志、王者感めっちゃすごいから、いや見てほしいな。見て、ピンとあった。ヘラクレスと日本のカブトムシを対戦させると、実は日本のザ・カブトムシが勝っちゃう場合が多いんだよね。なんでかって言ったら、ここのリーチ長すぎる問題だよね。自分の体に対して前に出すぎてるよね、リーゼントが。日本のカブトムシはそんなにリーチあると言っても短いからさ、内側に入り込めたらもうピッてあとは転がされるだけだから、意外と日本のカブトムシは強さで言うと強い。別途特別触れ合いコーナーパワーアップで5分間いけます。
で、あとは生態展示コーナーだって。お子様から大人気のヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタなど昆虫類ほか、ウガンダオオツノハナムグリ、あれか、めちゃめちゃでかいカナブンみたいなやつだ。